皆さんこんにちは、みさとです。ここは岡山県の倉敷駅です。今回は2つの朝ドラのロケ地巡りで岡山県に来ています。最初にバスに乗って倉敷の美観地区に向かいます。下田バスの JR 小島駅行きのバスに乗車。まもなく倉敷駅南口のバス停からバスを発車しました。ちなみに今回夜行バスで仮眠した朝で眠りが浅いためかだいぶ頭が回っていません。それでも次止まりますボタンを押して目的の大原美術館前で下車しました。ここは有名観光地の倉敷の美観地区の最寄りのバス停になります。そして今回の朝ドラロケ地巡りの一つ目、カーネーションのロケ地です。カーネーションといえば大阪の岸和田ですが、ドラマの最初の頃の古い街並みは一部が倉敷の美観地区でロケされています。左側の橋がドラマでよく出てきました。中橋と書かれていますね。ここでロケされたシーンの2つを例に挙げると、第1話でいとこがカエルを持って男の子を追っかけるシーン。この辺りは根岸先生に洋服について特訓を受けている時、洋服を着て自信を持って歩きなさいと言われて岸和田の街を歩くシーン。この他にも美観地区が使われたシーンはたくさんあると思います。ちなみにカーネーションのドラマの中では郵便局だったこのハイカラな建物、実際は観光案内所になっていました。今は朝早いので営業していませんが、ちょうどこの日から川沿いで和傘を使ったライトアップのイベント期間が始まっており、夜に来たらさぞ綺麗だったのでしょうね。美観地区といえば大原美術館もここにあります。もちろん営業時間には早いので入っていませんが、こんな感じで今回は足早に倉敷美観地区を訪問してカーネーションのロケ地巡りをしたのでした。駅から美観地区まで行きはバスを利用しましたが、帰りは歩いてみました。そんなに苦になるほどの距離ではなかったので徒歩でも十分ですね。倉敷駅に着いて駅自由通路にあるドトールでモーニングの朝食をいただきまして、山陽本線の電車で移動します。ということで岡山駅に降り立ちました。この後は岡山市内のカムカムエブリバディのロケ地巡りをします。まず向かうのは岡山城。岡山市電の城下の停留所がお城に近そうです。岡山駅前の停留所から市電に乗ります。この電車は東山岡電車銀東ミュージアム駅行きです。途中県庁通りまで120円です。城下について下車します。停留所からお城や岡山後楽園に行くための地下道を通ってお城の方へ歩いて行き、月見橋を渡ります。橋を渡った先の旭川の中州は大半が岡山後楽園のエリアで有料エリアなのですが、今回はロケ地巡りのみで訪問なので入りません。中洲の周りをぐるっと回り込んだ先、途中で岡山城がこんな感じで見えます。ここが今回のカムカムエブリバディロケ地の一つ目の場所。やす子がみのるさんに自転車の乗り方を教わるシーン。みのるさんといさむちゃんのキャッチボール。みのるさんはやす子と結婚のためにやす子の両親と自分の父と母を説得するといさむちゃんに宣言し、いさむちゃんの方は最後になる甲子園とあんこは絶対諦めないと宣言していました。るいが大阪に行く前の別れ際にいさむちゃんとのキャッチボールをした場所。この他にもここが使われたシーンがいくつかあると思います。さて次のロケ地へ向かいます。岡山城のこの場所から次の場所へは公共交通機関だと乗り換えが必要なので、岡山市のシェアサイクルのももチャリを利用しました。ももチャリで着いた先は総合グラウンドクラブ旧岡山開校舎。
ここはロバート中尉のオフィスがある建物。ここから先は2025年再放送時の4月上旬時点でのネタバレを含みます。未視聴の方はブラウザバックしてください。さらにここは物語の最終週でのクリスマスジャズフェスティバルの会場です。帰国したと思われたアニーがクリスマスジャズフェスティバルに現れてアニーをひなたが追いかけるシーン。この他のシーンにもいろいろ使われているでしょうね。ほんと瀟洒な洋館です。中に入ってみます。廊下が木の床なのでゴツゴツした音が鳴ります。1階に降りると階段下が子供の読書スペースという感じ。その1階はキューティーパイクラブというカフェになっています。ちょうどお昼なのでここでランチをいただきました。BGM で嬉しいことにオンザサニーサイドオブザストリートが流れていました。お店にはカムカムエブリバディの出演者の皆さんのサインがありました。上白石萌音さん、森山良子さん、前野智也さん、川栄里奈さんのサインです。お昼ご飯にオーダーしたのは小箱です。今日の小箱の内容です。サバの醤油麹とお餅の竜田揚げ、鶏ごぼうのつみれと冬野菜のクリーム煮、春菊と人参のナムル、白菜の浅漬け、じゃこと大葉のだし巻き、季節の温野菜、以上でした。いろんなものがいただけて温かく手の込んだお料理。冷える中自転車で走ってきた体が温まりました。カムカムの物語を感じることもできた上に美味しいお料理もいただけてとても満足なひとときでした。ごちそうさまでした。さて次のロケ地に向かいますが、今回もモモチャリを使います。その場で会員登録して IC カードで決済。借りる時も IC カードをかざすだけで気軽に使えました。モモチャリに乗って次のロケ地へ。岡山市内を北から南へ南下していきます。20分ほど走ってモモチャリを返却。料金コースで1回の利用が1時間以内だと1日に何度も借りられる200円のプランで利用しました。ちなみにこの時は返却ラックが満車でその手続きで鍵をかけています。着いたこの場所は岡山市北区の表町商店街です。ここは先ほどのクリスマスジャズフェスティバルの会場からアニーが走り去ってひなたが追いかけて商店街の中を追いかけるシーンで撮影。最終的に朝岡神社でアニーが倒れてひなたが追いつく。朝岡神社は別の動画で訪れた滋賀県東近江市にある大木神社です。神社でひなたがアニーに追いついた後、アニーを背負って商店街を歩くシーンもありました。表町商店街はロケ地の他に安子の実家の和菓子のお店、立花のモデルになったお店があります。商店街をだいぶ南の方へ歩いたところにあります。こちらの沖縄県さんです。ただご覧の通りシャッターが閉まっています。 Google マップの情報にも営業と記載があります。本当に営業をやめてしまわれたのか真偽は分かりませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたらコメント欄に書いていただけたら幸いです。お店で和菓子を買って帰りたかったのですけどね、残念です。ということで先ほどモモチャリを返却したステーションに戻って今日3回目の自転車を借りまして岡山駅に戻ります。無事に岡山駅のモモチャリステーションに到着。1日に自転車を3回借りまして200円で利用とコスパの良い移動観光ができました。こんな感じで岡山でのカーネーションとカムカムエブリバディのロケ地巡りの旅でした。もしよろしければ動画の感想などありましたらコメント欄にご記入よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。